母さん、これ欲しい。これ買って。ダメよ。お人形さんだったらこの前買ってあげたでしょ。でも、これも欲しいの。お願いお母さん、買ってよ。じゃあ、これを買ってあげる代わりに、帰りに買ってあげるって約束したお団子は我慢するのよ。そんな。あら、ご主人様。ご主人様。ご主人様、お母さんが意地悪するの。リーリー、そんな風にご主人様に泣きついてもダメなものはダメよ。これでも十分に甘いつもりですよ。人形かお団子、どちらかは買ってあげると言っているのですから。それではリリのためになりませんからね。何かを得るためには何かを失わねばならぬ時もあるのだと、今のうちから知っておくに越したことはありません。ご主人様、本当にお人形さん買ってくれるの？ご主人様大好き。もう、私よりもご主人様の方がよっぽど甘いじゃないですか。リーリー、ご主人様にお礼は？ご主人様、しゃがんで。ありがとう、ご主人様。はい、リリに新しい服を買ってあげようかと思いまして。そうなの、リリね、成長したんだよ。すごいでしょ。まるで父親であるかのような口ぶりですね。お気持ちは嬉しいですが、あまりリリを甘やかさないでくださいね。その分私が嫌われ役にならなくてはいけなくなってしまいますから。リリ、お母さん大好きだもん。ありがとう、リリ。それはそうですよ。私が女の顔を見せるのはご主人様と二人きりの時だけですわ。
ね、リリー。女の顔っていうのは大人になれば自然に身につくものだから、今は知らなくてもいいのよ。気になる。ねえ、気になる。そう言われても、ご主人様のご命令だし。ほう、誤解されるような命令とはどのような内容なのか気になりますな。奇遇ですな、主。シオンと一緒に何やってんだ？やっほー、リリちゃん、お買い物？なあ、一通り見て回ったからそろそろ引き上げようかって話してたところだよ。そしたらご主人様の姿が見えたから、何してるのかなーって。ほう、リリの服か。へえ、いいでしょう。そういうことならわしも付き合わせてもらおう。シオン、よいか。構わないわよ。じゃあタンポポも行く。お姉様も行こう。しょうがないな。ならば私も付き合わせてもらうとしよう。いいえ、リリが気に入るものがあればそれでいいかと思っておりますが。ならわしが選んでやってもよいか。桔梗が？ああ、いつもシオンの好みばかり勧められていてはリリの趣味も偏ってしまうからな。たまには別のものが選んでやるのもよかろう。何よ、最初からそういうつもりだったの？悪いか？いいえ、別に。なら任せたわ。待て待て、それなら何も桔梗が選ばねばならぬというわけではあるまい。せっかくついてきたのだから私も選ばせてもらうぞ。よかろう。どちらがリリの気に入るものを探し出せるか勝負だ。勝負？だったら私も参加しないわけにはいかないな。スイもか。相手にとって不足はない。では行くぞ。おう。みんな楽しそうだし。だってあの3人相手にもしタンポポが勝っちゃったら後が怖いし。これならきっとリリも気に入ってくれると思うぞ。ありがとう。何をなされる。邪魔しないでくだされ。
りほどにもないな、桔梗。さあリリ、私の選んできたものを見てくれ。主、何をなさるのだ。なんだよ二人とも。リリに見せる前にご主人様にダメ出しされてるようじゃ世話ないな。どうだリリ、これなんて似合うと思うんだけど。なんなの？地味だな。地味だ。これはちょっと。お姉様、せめてもうちょっとどうにかならなかったの？なんだよみんなして。いいだろ地味でも。リリくらいの子供はいろんなところで遊び回るんだから、動きやすくて丈夫な服の方がいいんだよ。だったらご主人様が選んで見せてくれよ。そうですな。わしらが選んできたものをことごとく却下なされたのですから、手本を見せていただかねば。さぞかしリリに似合う可愛らしい服を選んでくださるのでしょうな。親方様。これはかわいいかも。リリ、これにする！いえいえ、どういたしまして。
方様はずいぶんリリに甘いのだな。そうなの。さっきなんて人形まで買ってあげたりしたのよ。そうやって今からリリを手なずけておいて、ゆくゆくは純血をもらい受ける魂胆なのですかな。どもりましたわね。あ、どもったな。ねえねえ、ご主人様。リリ、あれも食べたい。大人になるまで待たずに幼女のうちに召し上がるおつもりかもしれぬな。親子丼をご所望なのでしたらそう言ってくださればよいものを。